日はブッシュドノエルを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もうすぐクリスマスということで、ブッシュドノエルを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもブッシュドノエルのレシピをご紹介してるんですが、今回はですね、白いブッシュドノエルを作っていきたいと思います。さらにですね、ロールケーキの中にはイチゴを入れて作っていきたいと思います。スポンジの作り方や、あとはね、巻き方などにもポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジ生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、グラニュー糖、無塩バター、牛乳、こちらの5つの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は L サイズの卵を使用していきます。この卵のグラムに関しましてはだいたい 165g から 170g ぐらいを目安にしてみてください。そして糖類ですね、今回はグラニュー糖を使っていきます。グラニュー糖を使っていただくとすっきりとした甘さに仕上がります。しっとりとコクのある甘さにしたい場合は白砂糖を使って作ってみてください。そしてバターですね、こちらは無塩バターを使用します。もしない場合はサラダ油などで代用していただいても大丈夫です。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、いちご、ブルーベリー、あとはね、こういった飾り物ですね、こちらを使っていきます。生クリームに関しましては動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。甘さはですね、グラニュー糖を使用します。甘さに関しましてはお好みのものでつけていただいて OK です。そしてフルーツですね、ブッシュドノエルのロールの中に今回はいちごを入れていきたいと思います。あとはね、飾りでブルーベリーも用意しました。その他はね、こんな感じでね、クリスマス系の飾りを用意してます。こちらはバランスを見ながらね、乗せたいと思います。そして今回はですね、こちらの長方形のロールケーキ天板を使用していきます。 37.5 センチ ×24 センチ×高さが2センチのものになります。この天板の大きさはね、結構珍しいので、もし手に入らない場合はこういったね、オーブンの天板の上にオーブンシートまたはクッキングシート、もしくはクラフト紙を敷いて焼いてみてください。この天板だとね、ちょっと大きく仕上がるのでそのまま巻いていただいてもいいですし、今回の大きさに切って使っていただいても OK です。ない場合はね、正方形のやつで作っていただいても大丈夫です。そしたらここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートまたはクラフト紙を敷いてください。角はね、こんな感じで斜めに切れ込みを入れていただくとピタッとはまりやすくなります。こちらはね、必ず生地を作る前に用意しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。まずはじめに生地から作っていきます。耐熱の容器に牛乳と、あとはここにバターを入れてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜてバターをしっかり溶かしてください。これで溶ききれない時はもう10秒ほどね、加熱してみてください。はい、バターが綺麗に溶ければ OK です。こちらをね、使うまでこのまま置いといてください。このタイミングでオーブンを190度に予熱し始めてください。それでは続いて卵を泡立てていきます。まずはじめにね、ボウルに卵を割り入れてください。ちなみに卵なんですが、こちらね、常温の状態に戻して使うようにしてください。では割っていきます。そして卵を割り入れたら、まず卵だけをね、軽く溶きほぐしてください。溶きほぐしたらここにグラニュー糖を全て一度に加えます。加えたらですね、素早く混ぜてください。グラニュー糖を加えてからそのまま放置してしまうと、グラニュー糖が卵の水分を吸って粒々ができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたらね、まず泡立て器で素早くね、混ぜてください。この後ね、ハンドミキサーを使うんですが、この時ハンドミキサーで混ぜていただいてももちろん大丈夫です。はい、だいたい30秒ぐらい混ぜれば OK です。そしたらですね、別のボウルにだいたいね、60度から70度ぐらいのお湯を用意してください。そしてこの上にね、ボウルを乗せます。このように湯煎に当てながらまず泡立てていきます。それではまずはじめにハンドミキサーの高速で3分泡立ててください。
はい、OK です。今ね、3分泡立てました。3分泡立てるとこのようにピンと角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいタラタラっとしたふんわりとした感じに仕上がります。よく見ていただくとね、このようにきめの粗い仕上がりになってます。これをね、最後低速で泡立ててきめの細かい仕上がりにします。そうすることでね、とても綺麗なスポンジに仕上がります。そしたらですね、こちらもう湯煎から外しちゃって OK です。お湯が入らないようにだけ注意してください。今度はハンドミキサーの低速で2分間泡立てていきます。はい、OK です。今ね、先ほどと同様にピンと角が立ってすぐ折れるぐらいの硬さになってます。そしてよく見ていただくと、このようにとてもきめの細かい仕上がりになって、さらにこんな感じでね、ツヤも出てきます。このぐらいになるように泡立ててみてください。そうしましたら続いて薄力粉を加えます。薄力粉は2回に分けて加えましょう。まず半分ふるって加えます。必ずね、ふるって加えましょう。そして半分加えたらゴムベラでふんわり混ぜていきます。混ぜムラがないようにね、混ぜてください。このように混ぜるときはボウルも一緒に回しながら混ぜると均一にね、混ざりやすくなります。このように馴染んだら残りの薄力粉をふるって加えます。こうやってね、2回に分けていただくと混ぜムラもなく綺麗に仕上がります。そしてね、また同じようにふんわり混ぜていきましょう。薄力粉のダマがないようにね、そこから生地を持ち上げながら混ぜていってください。ここでね、混ぜムラがあると生地が膨らまない原因になったりするので注意してください。はい、こんな感じですね。このように滑らかになるまで混ぜましょう。そうしましたら先ほど温めておいたバターと牛乳を加えます。まずこのね、生地をこの中に入れて、このぐらい入れて生地となじませます。このようにしていただくとね、なじみが良くなります。はい、この時はね、泡立て器で混ぜちゃって大丈夫です。そしたら生地の中に戻し入れましょう。このように水分系をね、加えるとちょっとね、泡が潰れやすくなるので、加えたら手早く混ぜてください。こちらもね、ムラがないように全体を大きく混ぜていきましょう。はい、今ね、生地はこんな感じです。このように滑らかな状態になってます。落ちた筋がゆっくり消えるぐらいの硬さになってます。そしたら天板を用意してください。ここに生地を入れます。一度にね、入れましょう。入れたらですね、一度このように天板を斜めにして生地を全体に一度広げてください。そしてあとはスケッパーでね、綺麗に広げていきましょう。はい、こんな感じでね、表面を平らにしてください。そしたら少し高い位置から 2,3 回落とします。はい、そして大きな気泡を取り除いてください。それではこちらを天板に乗せて190度に予熱したオーブンで12分焼いていきます。はい、焼き上がりました。いい感じに焼き上がってますね。取り出したらですね、すぐ一度高い位置から落としてください。そして熱い蒸気を抜きます。そしてこちらの天板から外してケーキクーラーの上に置きましょう。やけどしないようにね、注意してください。はい、そしたらですね、側面のオーブンシートだけ剥がしましょう。この表面にラップを貼り付けます。で、側面のところもね、きちんとラップで覆ってください。そしてこのまましっかり粗熱を取って冷ましていきます。必ずね、乾燥しないようにラップで覆って冷ますようにしてください。ではスポンジ生地をね、冷ましている間に生クリームを泡立てていきます。まずボウルに生クリームを入れてください。続いてここにグラニュー糖を加えます。加えたらですね、こちらのボウルを氷水に当てて、氷水に当てながらだいたい8分立てくらいまで泡立てましょう。ちょっと固めにね、仕上げてください。はい、OK です。こんな感じでピンと角が立つぐらいまでですね、泡立ててください。そうしましたらこちらの生クリームは使うまでラップをして冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いていちごを切っていきます。まずですね、いちごはヘタをね、切り落としてください。そしたらいちごを6等分にしていきます。
大きいものは8等分ぐらいにしていただいてもいいですし、小さいものは4等分でも大丈夫です。大きさに合わせてね切ってみてください。あんまり大きすぎるとね巻きにくくなるので、このように切ってみてください。それではね残りも同じように切っていきましょう。だいたいね4個から6個ぐらいね切っていただければいいかなと思います。いちごの準備はこれで OK です。はい、スポンジが冷めました。そしたらですね、クッキングシートをかぶせて一旦裏返します。よいしょ。はい、そして底の部分のオーブンシートを剥がしてください。優しくね剥がしていきましょう。ピリピリピリと。はい、こんな感じでねすごく綺麗に仕上がってます。それではね巻いていきたいと思います。まずですねクッキングシートを用意して、その上にこちらのね生地を置いてください。そして巻き始めのところはクッキングシートギリギリの位置に揃えてください。そして巻き終わりの部分ですね、こちらは少しね紙を余らせておきましょう。そうしましたらまずこの巻き終わりのところを斜めに切り落としていきます。そうすることで巻き納めが良くなります。こんな感じです。このようにね巻き終わりを斜めに切っておいてください。そしたらね今から巻いていくんですが、このねクッキングシートだけだとちょっとねクリーム塗ってる時とかにずれたりするので、シリコンパッドなどがあればこういったものを置いてください。ない時はね滑り止めとかをね下に置いておくと作業しやすくなると思います。この上に置きます。そうするとねずれないのですごくやりやすくなります。それでは生クリームを塗っていきます。生クリームはねこんな感じでこう泡立て器でこうやって持ち上げた時にしっかり泡立て器にクリームがとどまるぐらいですね。このぐらいの硬さになってます。それではねクリームを塗っていきます。生クリームを取って全体の厚みが均一になるようにね塗っていきましょう。はい、このように全体に塗ってください。この切り落とした部分にはね生クリームは塗らなくて大丈夫です。このぐらいです。ちょっと薄めかな、 2,3 ミリね塗っていただくといいかなと思います。そしたらいちごでこれから置いていくんですけれども、置く前に巻き始めの部分 1.5 センチぐらいのところに浅くね切れ込みを入れます。そしたら今度はですねだいたい1センチ上ぐらいのところに切れ込みを入れます。そしてもう1センチ奥にまた切れ込みを入れます。この時ね切り落とさないようにだけ注意してください。でこんな感じでね巻き始めのところに浅く切れ込みを入れていただくとくるっと巻きやすくなります。こんな感じで3本手前に浅く切れ込みを入れてください。そしたらですねまず手前のところですね、ここにいちごを置いていきます。切れ込みを入れた線の上ぐらいですね、そこにいちごをまず置きます。今度はですねこのいちごの表面が自分側に来るようにお尻とお尻を合わせていちごを置きましょう。そしたら今度はね先端と先端が合わさるようにいちごを置きます。こんな感じ。そしたらねまたお尻とお尻が合うように置きます。でこれを繰り返しましょう。で先端と先端を合わせる時はちょっと重ねて置いていただいて OK です。お尻はピタッとくっつけましょう。はい、いちごはねこのように置いてみてください。そしたら続いてこのクリームの巻き終わりから6センチぐらい下の部分ですね、そこに同じようにねいちごを置いていきます。はい、このように置きました。今度はですねこのいちごといちごの真ん中ぐらいですね、そこにいちごを置いていきます。はい、いちごはこのように置いてください。そしたら今から巻いていきます。で巻く前にですねこういったマスキングテープをね3枚ほどカットして用意しておいてください。まずですねこの手前のいちごを芯にしてくるっと一巻きしてください。1回目はね気持ちきつめに巻いてください。まずねこのペーパーごと持っていただいていちごを包み込むように思いっきりね一巻きします。でこの時点になったらちょっとねこの紙を浮かせてください。気持ちねこう手で巻き始めを少し食い込ませます。で食い込ませたらまた紙で覆ってよいしょ。今度はですね紙を奥に引っ張りながらくるくる一気に巻いていきます。ではいきます。くるくるくるっと左手でちょっと支えながらね巻いてください。よいしょ。そして手前に戻したらこういったねスケッパーなどでこの巻き終わり部分をねちょっと入れ込んであげます。そうするとキュッとねロールケーキが締まって形が整います。このようにちょっとねこう押さえながらキュッと締めてください。でこのようにロールケーキをキュッと締めたらこの巻き終わり余った部分を上にして、そしてこの巻き終わりの部分ここをマスキングテープなどで留めてください。
よいしょ。2、3箇所留めていただくといいかなと思います。そしたらですね、こちらを一度冷蔵庫で2時間冷やします。で、冷やす時はですね、この両端が開いてるので、両端をラップで覆っておいてください。これで乾燥を防ぎます。この時ね、ロールケーキを潰さないようにだけ注意してください。こんな感じで両端にふわっとラップをかけておいてください。それではこのままね、2時間置きたいと思います。はい、2時間経ちました。そしたらね、冷蔵庫から取り出して、まずラップを取ります。そしてクッキングシートをね、取っていきます。では外します。そうしましたら切り株の部分を切っていきます。だいたい4、5センチぐらいのところから切ります。気持ちね、斜めに切ってください。断面がこんな感じになってます。すごく美味しそうですね。ではね、まずこの表面に生クリームを塗っていきます。ブッシュドノエルは切り株風に作るので、大雑把にね、塗っていただいて OK です。こんな感じでクリームをのせたら、あとはね、全体に伸ばしていきます。はい、こんな感じでね、結構雑な感じで OK です。このようにね、結構大雑把に塗っちゃって大丈夫です。そしたらですね、先ほど切ったこちらですね、切り落とした部分ですね、こちらをこの上にのせます。切り口が綺麗な方を上にしてください。よいしょ、こんな感じで置きます。この部分に隙間があるので、まずね、クリームで隙間を埋めていきます。まずこの隙間ですね、ここにクリームを入れます。よいしょ。そしてね、固定してください。こちら側も同じようにクリームを塗ります。まずこのように接着面部分をきれいにね、くっつけてください。あとはね、まだ塗れてない部分に同じようにね、大雑把にクリームを塗っていきます。はい、こんな感じでね、切り株の部分も塗ってください。ここまで塗ったらですね、最後デコレーションはお皿の上でやっていきたいと思います。それではね、ナイフを差し込んで移動させます。よいしょ。はい、こんな感じです。それではね、最後デコレーション仕上げていきます。まずですね、ここにサンタさんを乗せます。よいしょ。こちらの飾りを刺します。隣ですね。よいしょ。こちらキノコのね、飾りも乗せたいと思います。手前にね、いちごを乗せます。縦2等分にスライスしたものになってます。ここにブルーベリーを乗せます。メリークリスマスのチョコレートですね。こちらを乗せます。よいしょ。で、あとはここら辺かな、ピックを刺します。よいしょ。あとはね、物足りないなっていうところにいちごをね、ちょっとトッピングしたいと思います。はい、飾りはね、こんな感じに仕上がりました。結構ね、もりもりに飾り付けしてます。この飾り付けはね、お好みでやってみてください。はい、これでブッシュドノエルの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はね、こんな感じでいちごたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが切り株の部分ですね。そしてトッピングですね。最後ちょっとね、手前が寂しかったので、いちごを細かく切って乗せてます。そして粉糖もね、少しかけました。トッピングはお好みで楽しみながらね、していただけたらと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。いちごもたっぷり入っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のブッシュドノエルのポイントです。まず生地を作る時のポイントです。生地を作る時は友立てといって全卵で泡立てるようにしてください。ただ全卵で泡立てると泡立ちにくいので、湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。この時ですね、一番最初にグラニュー糖を卵に入れるんですが、そのまま放置してしまうとグラニュー糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまいます。なのでまずね、泡立てる前にグラニュー糖を加えて、泡立て器もしくはハンドミキサーの羽を使って手早く混ぜて、その後湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。そして泡立てる時なんですが、最後は低速で仕上げてください。そうすることでとてもきめの細かい仕上がりになって、さらにツヤも出てきます。そしてその後薄力粉を加えるんですが、薄力粉は2回に分けてふるって加えるようにしてください。そうすることで生地との馴染みも良くなって混ぜムラも防ぐことができます。そして焼く時なんですけれども、今回私は長方形の天板を使ってます。狙
ットではね結構正方形のものが多いかなと思うんですけれども、もちろん正方形のもので作っていただいても大丈夫です。もしねこういった天板がない場合はオーブンに付属されている天板を使っていただいても大丈夫です。そして焼き上がった後なんですが、焼き上がった後はすぐ天板から取り外して側面の部分だけオーブンシートを剥がして、そして表面が乾燥しないように冷ますようにしてください。ここで乾燥してしまうと巻いている時に生地がひび割れしてしまいます。なので乾燥だけにはね十分に注意して冷ますようにしてください。そして巻く時のポイントです。巻く時はまず巻き終わりの部分を斜めに切り落としてください。その後クリームを塗るんですが、クリームはねあんまり厚く塗ってしまうと巻き終わりの時にクリームがはみ出てしまいますので、だいたい 2,3 ミリぐらいの厚みで塗っていただくといいかなと思います。あとはですね、巻き始めの部分に3本浅く切れ込みを入れてください。そうすることでくるっと巻きやすくなります。ただこの時ですね、切り落とさないようにだけ十分に注意してください。そして今回はですね、ロールケーキの中にいちごを加えてます。このいちごはですね、大きいものは6等分から8等分、小さいものは4等分に切って、そして今回やったみたいに3箇所に並べてください。そして巻く時なんですが、まず一巻きですね、並べたいちごを芯にするイメージでくるっと巻いてください。芯がきちんと出来上がったらペーパーでまたくるんで、ペーパーを引っ張りながらくるくるくるっと巻いてみてください。そしてその後ですね、巻き終わり部分をマスキングテープなどで留めていただいて、冷蔵庫で2時間しっかり冷やしてください。きちんと冷やしていただくことでスポンジと生クリームが馴染んで断面もね綺麗に仕上げることができます。トッピングする時はまず少し斜めに切り落としてください。切り落としたらまず表面に生クリームを塗って、そして生クリームを塗り終わったら切り口を上にして切り株部分のロールケーキを乗せてください。そうするとねサイドに隙間ができるので、まずその隙間に生クリームを入れて、あとはねこの切り株部分にも生クリームを塗ってください。あとはですね、お好みに飾り物をねトッピングしていただけたらと思います。今回はね中にいちごを入れてるんですが、お好みのフルーツを使って作っていただいても OK です。材料もねすごく手軽なもので作れますので、ぜひ今年のクリスマスに作ってみてください。はい、ということで今日はブッシュドノエルを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。